はい、こんばんは、シンルです。今回はエルデンリングナイトレインを代表する遠距離物理アタッカー、鉄の目についてがっつりと解説していきたいと思います。この鉄の目というキャラクター、見た目から分かる通り弓の扱いが得意でね、この弓を放つ速度が速く、火力がね、かなり高い火力を出すことができますと。あと他のキャラとは違って強攻撃 R2 ボタンでの攻撃で矢を同時に3本放つことができます。これもね特殊能力ですね。弓矢は一発ごとの火力は低いものの、敵がどこで何してでもねずっとね攻撃して続けられるので、時間あたりのトータルダメージで勝負するキャラクターと言えます。あとはこのアーツはね瞬間火力が、優れているので、トータルダメージ、あとはアーツによる瞬間火力で勝負する、そういうキャラクターですね。あとは遠距離から安全に蘇生できるので蘇生役でもありますね。ただし耐久力は低いので、狙われたら素早く回避してね攻撃を避けて戦うのが主な立ち回りになります。でまず使うべき武器なんですが、基本的には弓であれば何でも OK です。あとは鉄の目のステータス、こういう感じとなっていて、技量のキャラクターなんで刀とか短剣といった技量武器も視野には入ります。簡単に技量武器ってねどういうものかまとめると、小さくて、あとは細くて、あとは鋭い、そういう感じのね、武器が技量武器なので、そういうイメージの武器を持てば大体相性はいいです。ただし状態以上を狙うとかでもない限り、基本的には弓矢で OK ですね。攻撃力やレア度の高い弓を持って戦うのがおすすめです。あとは左手には保険として盾をね持つのもありですね。では次にこの弓矢という武器について軽く紹介しておきます。この武器普通にね矢を撃つ遠距離武器なんですが、この武器の特徴としてヘッドショット判定があるということがあります。なので敵の頭に矢が当たればダメージにボーナスがかかります。あとは一つカウンター判定のある武器ということも覚えておいた方がいいでしょう。弓矢はその一つ属性の分類なので、攻撃をしている最中の敵に矢が当たると一つカウンター判定となって物理攻撃のダメージが 1.3 倍に伸びます。では次に弓の使い方ですね。まず R1 ボタンの弱攻撃からですね。基本中の基本となる攻撃方法で歩きながら撃つことができます。これぐらいですね。で次が R2 強攻撃。この強攻撃は座り込んで移動はできないんですが、全部当てられると火力がね高いです。あとは走っている最中に押すとこうしてスライディングしながら撃つことができます。でもう一つ特徴として溜めて打つことができるということですね。こうして R2 ボタン長押しで溜めて打つと火力が上がります。ただ普通にこうして R2 を押すのと溜めて打つのどっちがねダメージ出やすいのということなんですが、連射するんだったら R2 ボタンを溜めずに連射した方がダメージが出ます。こうしてね溜めて、連射するのではなく単押しでこうしてねR2 ボタンを単押しで連射した方がダメージ効率は良くなります。じゃあ結局どういう時にこのため R2 を使うのか。例えば致命攻撃の後に置き攻めため R2 して即ね離脱するんだと、ヒット&アウェイの時にため攻撃を使うのがベターとなります。あとはためることによって強靭削りも強力になるんで、敵の体勢を崩したい時などにもためて打つのが有効になります。あとはこうしてスキルですれ違ってからため R2 からの回避で逃げるといったそういう感じの使い方もできますね。あと特殊な使い方として弓を両手持ちして L1 を押すとこうしてね照準で構えて、狙って撃つことができるようになります。これもね一部のボスで使うテクニックなので覚えておいた方が良いでしょう。では続いてこの鉄の目が最初から持っている固有武器鉄の目の弓のね、戦技について紹介しておきたいと思います。この戦技強射ですね、半身に構えて弓を撃つ。この戦技は高威力で、あとは高強靭削りで体勢を崩しやすいという特徴があります。湿地騎士とかあとはイミコなどのね強モブなんかも大きなひるみを与えるのでかなり有効になります。あとはスキルと組み合わせるのも強力ですね。こうして弱点をマーキングした後に強射を打つとこうして簡単に体勢を崩すことができます。この組み合わせ結構強力ですね。あといくつかの弓が持つ優秀な戦技も紹介しておきましょう。この連続射撃ですね。水平に弓を構えて連続で矢を射る。これねダメージめっちゃ出るんで、この戦技を持っている弓を手に入れたら積極的に使っていくことをお勧めします。どういう感じかというと、この連続射撃 L2 で構えて、はい、R2、R1、R ボタンかな、R1 か R2 を押しているとこうして
ガンガンね弓を打ってめちゃくちゃ火力が出ます。ただしこの連続射撃をしている最中は移動がねできないんで、そこだけは注意が必要です。ではここからは鉄の目の能力についてですね。まずはアビリティから、アビリティ目利き、これは単純にアイテムが出やすくなる、パッシブスキルですね。で次にスキルのマーキングですね。これは移動しながら単剣で攻撃する、スキルになっています。このスキルの単剣の攻撃を敵に当てると、こうしてターゲットロックのアイコンの周りに、傷のようなマークができます。これでね、相手をマーキングして弱点を出させている状態というわけですね。このスキルはクールタイムは10秒。このマーキング自体は何もしなければ約17秒間持続します。ただし敵がダウンするとマーキングは解除されるので、そこも覚えておくと良いでしょう。で敵をマーキングすると大幅なメリットを得られます。例えばマーキングされた敵はダメージが約 15% 増加、さらに耐性を崩しやすくなるんですね。普通に攻撃するよりも約数倍耐性をね崩しやすくなるんで、めちゃくちゃ強いスキルと言えます。ボスをずっとマーキングし続けられると、鉄の目の上級者入りといったところですね。ダメージも伸びて耐性も崩しやすい。しかもこのスキル自体が無敵時間が長くて移動もできるんで、超優秀かつ重要なスキルとなってきます。そして3つ目がアーツワンショットですね。このアーツでっかい矢をこうしてね撃ちますと、この矢貫通して広範囲を巻き込みます。このアーツは長押しすることによって撃つタイミングを遅らせることもできます。こうしてね、溜める感じで、撃つタイミングが遅くなるんですね。ただし、タイミングを遅らせてもね、火力は変わらないんで、撃つタイミングを選ぶだけという感じになります。使い方なんですが、撃つ時はできるだけ多くの敵を巻き込める立ち位置をね、立ち位置と角度を選んで撃つのがいいですね。こういう感じでより多くの敵を巻き込める角度から撃つべし。はい OK。 このスキルねオブジェクトも貫通するのと、あとはアビリティ中はね無敵なので、とっさの回避手段としてもね使うことができます。あとはこの高火力で一気に味方を蘇生できるので、蘇生手段にも最適な技と言えるでしょう。で次にこの鉄の目と相性のいいアイテムについてですね。例えばこのぬくもり石は特に相性がいいアイテムと言えます。慣れないボス相手とかだったらね、多めに4個くらい持っていっても全然 OK です。この鉄の目は遠距離アタッカーということで、どこからでも火力を出せるというわけで、ぬくもり石をボスからね少し離れたところに置いて、そこでずっと回復しながら、遠距離でダメージを与える、そういう立ち回りができるんですね。はい、じゃあラストにいくつか特殊な武器について補足して終わりたいと思います。この伝説の弓とかね大砲なんかはかなり癖のある武器なので、このトレーニングルームで事前にね軽く触っておくことをお勧めします。まずこの獅子の大弓なんですが、普通に大弓としてこのね R1 ボタンで撃つこともできるんですが、強力なのが R2 ボタンなんですね。この将軍の加護というものがついています。強攻撃時矢をまとめて放つというわけで、こうして R2 ボタンで撃つと、一気にね大量の矢を撃ってかなり火力を出すことができます。こうして密着して撃つとかなり最高ですね。はい、めちゃくちゃ強い。あとは戦技もかなり強力です。このラダーンの周低い姿勢で弓を構えて多数の矢を一気に空に射る、似た戦技としてアローレインってやつがあるんですが、こっちの方は発射に時間がかかるんですが、多くの重力の矢を降らせることができます。こうして発射に時間はかかるが、大量の矢が降ってくる。めちゃくちゃ火力が出ます。なんでこれもね拾ったら積極的に使っていくべきですね。で次がこの壺大砲ですね。これもかなり癖があるんで、軽くね触っておくことをお勧めします。この壺大砲なんですが、かなり遠距離からでもね火力が出せる武器です。こうしてねかなり遠くから離れていてもだいたい300ぐらいねダメージが出るんで、遠距離武器って感じですね。弓矢よりもさらに遠くから攻められる武器で、この壺大砲なんですが R1 と R2 で両方ともね同じ弾丸を撃ちます。火力は同じですね。でこの壺大砲ねめちゃくちゃ隙がでかいんで、安全な遠距離からね火力を出す、そういう武器として使えば OK です。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね鉄の目について解説していったんですが、他にもねキャラいろいろとね、細かい仕様についてねまとめて動画化したいと思っております。あとはネタバレを含むアドバイスだとか、後々ね判明した要素、アップデートでね追加された要素については概要欄に書いておきます。ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。
はい、じゃあ最後に軽くね、ボスに行った時の映像をちょっと見ながらね、いくつか、戦い方についても、コメントしていきたいと思います。さあ今回の相手は、夜行の騎士さんですね。さあこいつ相手に、鉄の目でどう立ち回っていくのか。さあまずはちゃんと弱点を露出させてからの、さあちょっとね状態異常を付与させている武器なので、毒をまずは入れていきたいところ。さあ味方が早速1人落ちていく。やっぱり復讐者だと後衛キャラはね若干あとは間に合わず、雷属性の解除間に合わない。やっぱりちょっともう1人鉄の根がいっていく。これねこの時は結構ね、発売してすぐだったタイミングなのでなかなか慣れてない人が多い。さあここでちゃんとねスキルで避けてからの、これは避けられない。さあここで雷属性での追撃、味方がやってくれる。 OK。 こいつねさっきのため中に雷属性で攻撃すると解除することができるんですよね、後の強攻撃を。さあここでストビンじゃない聖杯瓶に気を取られて連続で攻撃を食らってしまうが、さあ立て直していきたい。しっかり立て直したのでここからは弱点入れてるが、ここでさあ疾走タイムが始まっていく。 OK 避けて、これは味方を狙ってるね。さあラスト、さあ通り過ぎていく。さあここからが問題。さあこれでしっかりとスキルで避けていく。 OK って感じですね。はい、スキルの激クソ長無敵時間でここで毒が入ったので、はい、雷属性解除っていうか、もうすでに解除されてたね。さああと味方1人で、俺はちょっとここでアビリティを使おうとアーツを使おうとしたんだが、アーツがギリ溜まってない。今アーツ溜まった。さあ1人落ちているので、ここは安全にまずは遠距離から蘇生を入れて、さあ冷静に避けられず、全然モーション慣れてないね。で1人2人やっていくので、ここでさあアーツで蘇生がっつり入れて、だからもう1人はちょっと蘇生が間に合わない。さあちゃんとね回復だけはしっかりして自分が落ちないようにだけ気を配っていく。さあラストが一発クールと避けて、冷静に見るといけられるね。さあこれも避けていく。 OK。さあここで来るので回路を狙って OK ですね。味方が多分蘇生してくれてるので、ここは僕がね気を引いてできる限り死なないように、ダメージを食らわないように立ち回るのが重要であると。はい、冷静に避けていく。もう一発で OK 手をいく。 OK。 さあ危ないで、もう一つの武器に出血がついてるんで、それを狙いたいところだね。あと毒はもう終わってるんで、それも入れていきたいというところだが、この当時の俺はどうだったのか食らってる。さあ解除無理やりね。でここで強化段階入りましたね。これがね避けられないんだよな。これがねかなり早めにタイミング、着地時にジャストに回避入れるんじゃなくて、かなり早めに回避ボタン押さないと、回避できないんだよね、あの攻撃が。そこら辺のタイミングがまだつかめていなかった頃で、ちゃんと、聖杯瓶がなくなったので、ここからはアイテムで回復をかかっていきましょうと。さあ疾走タイムが終わってラスト一撃来る。これは範囲が狭まっているので OK。 さあこっからは味方もね聖杯瓶結構使ってると思うんで、ここで弱点入れるが OK。 ここで FP も切れている。やっぱりボス戦ね、当時は結構ねボス戦全然冷静じゃなかったんでね、なかなかいろいろ焦りが見えるね。さあこの範囲攻撃がね速くて、これね味方がアーツ使ったね空中で撃ち落とすとああなるのか。でここで、近くに寄ってから R2 ボタン単押しで連打でダメージを稼いでいく。でさらに毒も入ったので、これはなかなかいいんじゃないか。さあアイテムをねぬくもり石があるんで、それをしっかり使って危ないね。見てる方がハラハラするよ。さあここでクールがちょっと FP が足りないので、ひなげしてるひなげしとるやないかい。武器の入れ替えミスってるね。さあここでまずは初の、一応通をしてからの、さあ味方がどうだ。蘇生が入る。 OK。 ぬくもり石で一旦全開まで持っていきたいところ。俺は狙われてないので、狙われてない時は弱点をつけにね行くべきだね。さあだから一旦回復してからの、
さあ弱点が入ってるので、ここからはダメージ攻撃力の高い、もう毒とかはねもういいから攻撃力の高い弓矢でさあ打っていくという感じですね。アーツも残ってるね。これはまあ蘇生用に残しておいた感じだね。はい、というわけで無事に、釈撃破ですね。釈じゃない、こいつなんだっけ、狩人か、狩人撃破っていう感じ。はい、というわけでこういう感じでね、まあ、常に弱点できる限りね弱点を、出させながらマーキングねしながら、でも自分が狙われたら、スキルに関しては、攻撃を回避するのに使う、そういう感じの立ち回りがいいかと思います。ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。